はい、皆さんこんにちは。イニマットリックの池田です。本日は新足町霧島の星さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なぜ星さんを今回ゲストにお招きしたのかというと、先日実はオンラインで星さんに私取材をさせていただいて、いろいろな取り組みをご紹介して、うちの製品サイトの事例記事の一覧の方にも今掲載しておりますので、犬が鳴いてますけど事例取材のした記事の方もちょっと URL 欄に貼ってるのでぜひ皆さんご覧いただきたいんですけど、星さんといえば海外でめちゃくちゃご活躍をされている庭師さんなんですけど、実はしあさってからもフランスの方に渡航されるということで、そのね実はいろいろなその海外の取り組みとかを今日はちょっとざっくばらんにお聞きしたいなと思って、ちょっと渡航前のこのバタバタ忙しい時に無理を申しまして、はい、ゲストで今日は登場していただいております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しあさってからフランスということなんですが、どういうイタリアですね。そうか最初にイタリアから行って、3日働いて電車か車かまだ決まってないですけど、フランスのリヨンに行って1週間働いて、で、また電車か車で戻ってきて、イタリアで、1週間仕事して、他のクライアント2件、3件打ち合わせしてから帰ってくる。3週間以上。すごいですね。ほぼ1ヶ月イタリアとフランスに滞在ということですね。それはどういったお仕事の内容になるんですかね。僕が日本庭園の専門なので、日本庭園も、リヨン、フランスのリヨンもイタリアのブランディーツォっていう北イタリアの街なんですけど、そこでも日本庭園を作るっていうので行ってますね。それはいわゆる公共工事的な感じになるんですか？両方ともプライベートがある。プライベートも本当に個人の邸宅のお庭という感じですか？はい、それってお施主様がそもそも日本庭園をお好きということなんですかね？そう、一人はイタリアのクライアントは、盆栽の先生もやってるんですけど、あとはそこで使用している機械を作ってるんですけど、それを日本に輸出した、世界中に輸出している会社だったので、本人自身も、クライアント自身も、日本にすごく愛着があるっていうような人だったので、それでこういう話になる。なるほど。もともとじゃあ日本のファンというか日本文化がお好きなクライアント様ってことですね。やっぱりそういう日本文化の需要って今ね、インバウンドとかでも全世界的にすごい日本文化が、食文化もそうですし、伝統的な文化もそうですし、その新しいスタイルの文化、カルチャーとかもすごい受け入れられてますけど、日本庭園文化っていうのもちょっとずつは人気にはなってきてるんでしょうか？僕の感じでは今一番人気があるんじゃないですかね。今が一番旬というか、実は日本の中でも、ヨーロッパ日本庭園協会っていうのが昨年の4月に立ち上がったりとか、要はヨーロッパの日本庭園を持っている人たちとか愛好家とか各国にある日本庭園のアソシエーションが、一つになって何かを起こそうっていうので結成されたのが去年だったりとか、そういうふうに世界中で日本庭園っていうものが盛り上がってきてるっていうのが現状です。そうですね。星さん、先日もポートランドの方、アメリカのね、ポートランド日本庭園の方に行ってらしてましたが、そちらは研修の指示か何かで行ってらしたんですかね？それは私が所属している日本庭園協会というところの、僕が国際活動委員っていうのを、委員会の委員長をやってまして、順番で、ポートランドに行ってるんですよ。で、今回、ポートランドに私が先生として派遣されたっていう。その世界的な人気が高まる中で、個人庭のお話、日本文化が好きな人同士のコミュニティみたいなものがあって派生して、それがこうどんどん紹介しちゃってみたいなのがあっていくものなんですかね？いや、最初はインタビューで言ったんですけど、Facebook この先をずっと公開してて、海外用にっていうので、その中で、すみません、ワンコール。その中で、自分の作品を見て興味を持っている人を探したんですね。それってそうインタビューでもお聞きしたんですけど、たまたま誰か海外の人が見てくださったってことなんですか？もありますけど、僕がその頃、翻訳を使ったりしながらイタリア語で発信してたんですよ。なので、僕が目指すのは、日本庭園がまず根付いてない国に日本庭園を使ったりとかあったので、イタリアは根付いてないので、
そこでイタリア語でずっと発信してて、イタリア人になるっていうですね。なるほど。さっきのお話でフランスでもお仕事ということでしたけど、フランスはどういう流れで？ですね、私が、実はイタリアのモンツァ園芸学校というところで学校の先生もしてるんですね。それが日本庭園を教えるコースの先生をやっていて、でそこにフランス人の生徒も来てて、でその子が、いや、僕のところでもそういうセミナーやってよ、みたいなのが始まって、で、そこでセミナーをやって、そこの生徒たちが、ひろみ先生、今度僕の家で作ってもらえませんかみたいな。なるほど、なるほど。で、その時の生徒が今、フランス日本庭園協会でも立ち上げて、なので僕はその立ち上げに関わっているので、僕はフランス日本庭園協会の名誉顧問も務めてるんですね。すごいですね。そういうつながりから。すごいな。でもそうやって海外の方が日本庭園協会を立ち上げてくれて、ちゃんとその窓口となる星さんがいるから多分つながっていくっていう話だと思うんで、本当にこう文化のなんかこう伝える伝道者としての役割がすごい重たいというか、そういうプレッシャーというのはあるんですか？ないです。みんな楽しい仲間と思ってるので、何かをしなきゃいけないとか、つながなきゃいけないとか、みんなで僕ができることは最大限何でもやるよ。もうなんか星さん自身が楽しくというか、自分が好きなように楽しくやるのが一番みたいな感じですかね。それが多分他のよく言われるのは親身になったりとか、こうフレンドリーな感じで接するので、そういう先生がやっぱりいないらしいので、日本文化の教え売りもしないので、まずその国の人たちへのリスペクトがあって、その文化を分かった上で、自分の文化はこんななんだよ、違いはこうだよっていう方が全然受け入れています。そうですよね。最初興味を持ってくださっているのに、君たち何も分かってないみたいなこと言われたら、向こうも確かにちょっとシュンとしちゃうというか。何も分からないこそ僕を呼んでるわけですから。そうですね。友達にそれは間違ってるんだねっていうのはね、やっぱりこう間違った、それは伝道の仕方だと思う。まずは興味を持ってくれたことに最大に感謝するっていうところから始める。インタビューの中でも登場したロシアのすごい規模の公園があるんですけども、規模のものを作る時の資材の調達とかってどのようにされてたんですかね？当初は日本から全部入れるって言ってたんですね。が、やっぱりちょっと難しいと。で、ロシアと日本がやっぱりここは、まだその時は正常化してたんですけど、やっぱりこう、時間がかかってしまう。あと、検疫。そうですね。検疫ってそうですね。検疫がすごい大変なので。自然物扱いになるから検疫が大変ってことですか？植物とか、放浪とかも古美術になっちゃうのかどうかとか。そうか。問題がやっぱり多かったので、日本でも探したんです、もちろん。日本中かけずに回った後に結局ロシアで手に入れようってなって、そんなことは聞かされてなかったんですけど、向こうに渡航した後に、最後の1週間延長しろと言われて、そのまま、片道6時間、7時間かかるところに山奥まで行って石を選んだ。これ、見る人が見ればわかるんですけど、日本の石とほぼ同じなんです。そうですね。あんまり、なんか、意外と日本の庭石の色に近いみたいな。で、彼が材料調達の責任者で、彼にずーっと連れてかれてっていう感じ。なるほど。とにかく規模が規模なんで、大きい石も使わなきゃいけないんで、これで8トンとか14トンとか。大変。でかい。この大きさの石を収めても違和感がないぐらいの規模なんですよね、その公園が。そうですね、もう全然ちっちゃい小石ぐらいに見えてしまうので。一応日本国外の伝統的な日本庭園では世界一大きい。お聞きしましたね。7.6ヘクタールっていう。で、これがその現場に集められたりして、これが、映ってるので10分の1ぐらいですかね。やばい。これで10分の1の量。この10倍。これ全部で25,000トンの石を現場に搬入したっていう。で、全部使い切った。すごい規模ですよね。取材のね、記事の中にも、その公園についてのリンクとか貼っているし、動画も貼り付けてあるので、ご覧いただければと思うんですけども、その海外に行った時に、施工者ってもちろん現地の方と共にされると思うんですけど、その時に意思疎通って結構
スムーズにできるもんなんですか？例えば、イタリアだと、僕10年ぐらい前から一生懸命イタリア語を勉強しようと思って努力して、うん今は、イタリアの仕事で通訳なしで、イタリア語おー、すごい。まあ、仕事の話なんで、そんなに、僕のイタリア語は旅行する程度ぐらいになるので、そんな難しい話をするわけではないので、まあ、イタリアでは通訳なしで、イタリア語で冗談になったりっていう感じですね。へー。で、フランスは、僕のどうしようもない英語と Google 先生にお任せした。なるほど。ちゃんと言葉が伝わるというか、伝わって、その配置とかちゃんとセオリーを伝えれば理解してくれて、ちゃんと施工してくれるって感じなんですか、現地のスタッフ。まずは、日本と同じですね、やってみて、やらせてみて、褒めてやるみたいな。ああ、なるほど、なるほど。最初に自分で見本を見せる。うんそれ感覚的なことなので。で、今度やってみて、間違いを指摘する。で、今度それを繰り返してるうちに、向こうがやり始めるわけですね。そしたら、よくできたじゃん、すごいよっていうので、褒めてあげると、マジでもうちょっと褒めてっていう感じになって、先生もっとやるっていう感じで、どんどん褒めてでもそうか、割と確かに、感覚的な世界の話だから、その先生の技を見つつ真似してなんとなく習得していくみたいな手法でいけるというか、本来はでもそれが正しいのかもしれないですよね。見て覚えるというか。そうですね。で、そこのおかしいところはその場その場で僕は監修者で施工者なので、これはもうそうじゃないよと。ただ仕事なんで本当にクオリティが下がるときは、一回離れてとは言いますけどね。ああ、なるほど。どうしてもお客さんがお金を僕に支払ってるのでね。イタリアもフランスもボランティアで僕に元生徒たちとか友達の友達とかがみんな集まって僕から技術を学ぼうと思って集まるんですよ。で、それがもうイタリアだと今回で6回、7回目ぐらいになるので、メンバーもいろんな人が来て、毎回来る人もいるし、それが日本庭園のレベルが上がっていくんですよ。みんなガーデナーなので、プロのガーデナーが。そっか。仕事プラス向こうの現地に日本庭園のスキルを教えてるって伝えてるっていうような同時に起きてるっていう感じですね。そうですよね。星さんがそのインタビューの時にも日本庭園が海外でめちゃくちゃ流行って逆に海外で流行ってるから日本が日本庭園を見直すみたいな現象が起きればいいなってねおっしゃってたんですけど。そうですね。日本庭園を使った技法、新たなムーブメントとして日本庭園じゃなくて日本庭園の技術を使ったもので、それが流行りだして、ヨーロッパで発祥なんだって、なんつって入ってくるんですが、そこに僕が年上でのおじいちゃんと僕が、お前たちはバカじゃのうみたいな、わしが日本人のわしが広めたんじゃない人生はよくやっていきたいなと思ってすごい壮大な話なんですよね。何十年も先に逆にいろんな文化と融合して帰ってくるっていう。それが楽しみで海外活動してるんで、10代からの夢だったので。それがすごいですよね。先見の明があったっていうか。すごいです。海外志向が10代のうちからあったっていうのも面白いですし、それをそのままちゃんとものにしてるっていうのも素晴らしいなと思うんですけど。まだものにできてるかわからないですけど。いやでもそれだけご活躍だったら。インタビューでももちろん星さん、庭師さんなんですけど、CAD をめちゃくちゃお使いいただいていてっていう話を。いただいて、もしよかったら CAD のことでツボに何か言いたいことがあれば。そもそも池田さんを見るっていうのは僕にとってリコを勉強してる時なので、TV を見ながら楽しく見すぎてて仕事がはかどってない時があるんで。いやありがとうございます。ありがとうございます。僕が出てるすごくいや日本庭園の専門家している池田さんとっていうところなんで。いや私はただのオタクですから。ただのオタクですから。日本庭園って書いてあるやつもずっと見てますか大丈夫ですか？大丈夫ですか？変なこと言ってんなとかないですか？大丈夫ですか？好きなものを食べるだけの会議をそろそろしたいなと思ってます。すごい楽しみですね。ありがとうございます。ほら、つぼいさん、たまにはこうやってコアなファンの方もいらっしゃるんですよ。コアなファンが。まあでもやっぱり一番いつもお話聞いてて思うのが星さん自身が楽しそうなんですよね、常に。
もう本当にお仕事楽しいですね。お仕事ね、お仕事好きで楽しいんだろうなっていうのがすごい伝わってくるので、ただもすごい楽しいですし、最初は難しくて、やっぱりあれだったんですけど、CAD で日本庭園を表現すると実はすごく難しいこああ、とそうですよね。うん。で、今ちょっとリックさんにも協力させていただいているところもあって、そう実は星さんからいろんな素材とかうん石のテクスチャーとかいろいろモデルになるようなサンプルをいろいろちょっとご提供いただいて、うちの開発部がちょっとどうしたらこれを自然に表現できるかっていうのをそうですね。まだまだ弱いところですからね、立憲の。はい、はうち造園資材は特にちょっと弱いので、ちょっとその辺を手こ入れするのにいろいろご協力をいただいておりまありがとうす。ございます。CAD をするのも、やっぱすごい楽しんじゃう、自分がいて。普通のメーカーさんってそういうイメージが多分ないと思うんですよね。職人さんで CAD いじると。そうですね、なかなか CAD にまでできないっていう方が多いですよね。手書きが多いですよね、結構。そうそうそう。庭師さんね。手書きでしか表現できないところと、CAD だから表現できるところ。お互いがあるんですね。で、それを 3D で入れていくと、今の世代の人たちはやっぱりこう視覚化が進んでいるので、視覚で提案できると。で、それがエクステリアができて、日本っていうのはなぜできないっていう。そうなって、まあ、それをこう表現するのがすごく楽しくなって。で、リックさんにも今回クラスノダール、ロシアの案件で、いろいろやってもらったんですよね、デザイン部の方にも。うちのデザインサービスが一部設計のお手伝いを、させていただいて。リックさんの方も楽しんでいただけるみたいで。いや、なかなかね、ない体験をいろいろされてる星さんなんですけど、奥さんは元美容師さんで、で今星さんと一緒にお仕事されてるんですけど、剪定がめちゃくちゃうまいって聞いて、ハサミの剪定方がと思ったのはちょっと面白かったです。変なところのこだわりがね、すごいですね。やっぱスタイリストさんのあれが抜けないんですよ。そうでしょうね。やっぱでも一緒ですもんね。トータルで見てね、綺麗なラインをっていうのは美容師さんも多分庭師の剪定も一緒だと思う。まあきっと奥様も心の中で応援はしてるとは遊びには行ってるとは。でも本当にお忙しいところ今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、お気をつけてまたイタリアとフランス楽しんできてください。いきます。また報告の方お待ちしております。それではリック TV トピックス今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。